どうも。今回は登山における毒蛇対策について調べましたので、動画にしてみました。蛇は本当に嫌いなので、こんなの本当はやりたくないんですけど、目を背けるのは逆に危険だと思いまして、我慢して作りました。万が一に備えるためにも、これを機に一緒に勉強してもらえたらと思います。蛇の見た目が嫌って方も多いと思いますので、こんな感じのイラストでね、説明しますね。この動画には一切実写の蛇は登場しませんので、見た目が嫌な方はね、ご安心ください。本当は見た目もね、分かった方がいいとは思うので、気になった方はぜひ調べてみてくださいね。ちなみにこいつはマムシです。日本の毒蛇の代名詞ですね。この動画ではマムシを中心に毒蛇の生態、対策、生息場所、噛まれた時の処置についてご紹介したいと思います。よければ最後までお付き合いください。ちなみに自分は専門家ではありませんので、もし間違いなどありましたらコメントでご指摘や補足いただけると幸いです。まずは奴らの生態からですね。前提として知っておくべきなのは日本の毒蛇の種類についてですね。まずはニホンマムシ、毒蛇被害において遭遇被害件数が圧倒的に多く、年間被害者は1000から3000件とされています。続いてヤマカガシ、イラストですけどこいつですね。被害者数はマムシに比べてかなり少ないんですけれども、毒の強さで言うとマムシの6倍くらいあるらしいですね。ヤマカガシは致死数の脅威が高いやつです。基本的にこの2種類が日本の毒蛇ですね。沖縄とかね、奄美群島のハブも非常に危険な毒蛇ですけど、生息地が限定的なので割愛させていただきます。では身体的特徴から見ていきましょうか。嫌ですけどね。マムシは45から60センチと、蛇の中では比較的短めで胴体が太いのが体型的な特徴です。このように楕円形や円形の中に黒丸が入っているのが模様的な特徴ですね。こういうのを銭形模様というらしいです。で、最大の特徴とされるのが三角形の頭ですね。よくマムシの注意点で言われるやつなんですけど、他の蛇の頭をよく知らないのであんまりピンとこない方も多いんじゃないんでしょうか。ですのでヤマカガシと比べてみました。イラストなので多少は脚色はしてるんですけれども、他の蛇に比べると明らかに三角ですね。ではついでなのでヤマカガシの特徴についても見ていきましょう。頭の形は丸みを帯びて、太さは胴体とさほど変わらないです。全長は70から150センチ、マムシの2倍くらいありますね。オリーブ色を基調に黒いまだら模様と鮮やかな赤っぽい斑紋がありますね。動画ではイラストなんですけど、自分は実写を見ながら描いてるんでね、めっちゃ嫌です。では毒性についてね、解説させていただきます。これもマムシとヤマカガシを分けてご紹介しますね。まずはマムシ。噛まれた直後は焼けるような激しい痛みと腫れが始まります。数時間経過すると腫れが広範囲に拡大し、皮下出血と水ぶくれができることもあるらしいです。致死率は 0.2% で、年間の死亡者数にすると5から10人とのことです。この数字を少ないと軽視せずに、死に至る危険性があることをしっかりと認識することが大切ですね。ちなみに2回目以降の交渉に関してはアナフィラキシーショックを併発するリスクがあるので、なおさら注意が必要ですね。毒牙は口の前方に鋭いやつが生えてます。肌が露出してる部分は当然なんですけど、薄い生地の服は貫通する恐れがありますね。まあこんなのは論外ですね。続いてヤマカガシ。マムシとは違って噛まれた直後の痛みや腫れはほとんどないか全くないとのことです。数時間後から1日経過すると頭痛や吐き気、歯茎からの出血、血尿などの症状が始まり、重症化すると死に至るケースがあります。毒牙ですが口の奥にちょこんとありますね。ヤマカガシの被害がマムシよりも圧倒的に少ない理由はこれなんですよ。浅く噛まれただけでは毒が入りづらいんですが、深く噛まれたらやばいっていうことですね。まあいずれにせよ
マムシでもヤマカガシでも噛まれたらすぐに受診する必要があります。毒なんでね。強い弱い関係なく血清の投与が必要です。先ほど身体的特徴は伝えましたが、当然個体差があってほとんど真っ黒っていう個体もいるらしいし、パニックになってどんな姿か覚えていないっていうこともあると思います。とりあえずヘビに噛まれたら119に通報しましょうね。では続いてやつらに噛まれないための対策についてですね、見ていきましょう。この対策っていうのは装備のことだと思ってください。これはマムシに噛まれた部位のランキングです。1位は手、指で40から 50%。グローブは重要だと、そういうわけですね。2位は足首で30から 40%。牙が登山靴を貫通することはないと思いますが、足首やすねを保護するのに登山ゲーターがあるとなお良いかと思います。こういうやつですね。3位は腕とかすねですね。10から 20% です。夏は露出が多いウェアでの登山者も見かけますが、できれば控えた方がいいと思います。続いて応急処置に必要なアイテムのご紹介です。まずは消毒液や絆創膏などのファーストエイドキット。これは登山の基本装備だと思うので、持ってない方はこの機会にね、お求めください。続いてポイズンリムーバー。これは毒を吸い出すやつですね。この機械に買ってみたんですけど、こんな感じで使います。これが買ったやつ。中はこんな感じです。これはカップですね。傷口の大きさに合わせて選びます。これがシリンダーで、さっきのカップを先端につけます。ピストンレバーを引いて、傷口にカップを当てて、レバーを押し込むと吸引されます。吸われてる感じはすごいあるんですけど、痛いってほどではないですね。毒蛇と蜂に刺された場合は3分以上の吸引が必要とのことです。これは完全に毒を抽出するものではなくて、あくまで応急処置の部類なんでね。ちなみにスズメバチとかムカデとかね、そういうやつに刺された時にも有効らしいです。こういった備えも安全に登山をするために必要かなと思います。装備と同じくらい重要なことは、奴らがいそうな場所にはそもそも近づかないことですね。ここからは奴らが生息している場所についてご紹介します。まずは前提として、マムシは4月から11月に活動します。最適な気温は25度から30度。時期的には6月から9月ですね。マムシは夜行性で、ヤマカガシは中高生なんですけれども、その時間にしか活動しないわけではないので、警戒は常に必要ですね。では奴らが好む場所をご紹介します。ジメジメして薄暗く狭苦しい場所を好むとのことです。具体的には落ち葉の下、倒木や大きい石の下、深い草むら、沢沿いや湿地ですね。カエルが大好物なので、カエルがいそうな場所に奴らもいると思った方がいいですね。この動画を作るきっかけになったのは、自分が山の中でマムシを見たからなんですけど、まさに落ち葉の下にいましたね。尻尾だけ出して。こういった感じの落ち葉だらけの山はね、特に注意してくださいね。倒木とかに手をついた時に近くに奴らがいて噛まれるっていうケースもあるので、周りの状況の確認はとても大事です。こういった石垣の隙間にもいるらしいので、とにかく暗くて狭い場所にむやみに手を伸ばさないことが大事です。マムシが噛みつくのは人間を攻撃したいからではありません。身を守るために噛みついてきます。わざわざ奴らのテリトリーに足や手を突っ込まず、自分たちの道を歩きましょうってことですね。ちなみに春や秋には自分の体温を上げるために日当たりが良い場所で日向ぼっこをすることもあるそうです。では最後に噛まれた時の処置についてご紹介します。まずはヘビから距離を取ります。二次被害になる可能性もあるのでさっさと離れましょう。次に可能であればヘビの写真か動画を撮ります。適切な医療行為のために重要な情報になります。撮影が無理なら特徴をしっかり記憶することが重要です。次に119に通報する。
これは登山の場合県外でできない可能性があるんですよね。あとソロの時がなおさら厄介ですね。ソロの時は大声を出したりアラームとかホイッスルで誰かの助けを求めましょう。最後に安静にして救助を待つ。この時は患部を心臓より低い位置に保ち、安全であれば横になった方がいいです。毒は血流に乗って広がっていくので、血流を悪くするっていう行動ですね。これは応急処置の方法は、患部を清潔な水や消毒液で洗って、持っていればポイズンリムーバーで吸引を行います。条件次第では下山するのもありだと思いますね。この場合は応急処置を行った上でゆっくりと下山してください。電波が入る場所があるかもしれないので、スマホのチェックは怠らないようにしましょう。ではここからは蛇に噛まれた後絶対にやってはいけないことをご紹介します。まずは走ったり暴れたりすること。血行が良くなって毒の回りが速くなります。次に傷口を口です。映画とかで見たことがあるかもしれませんが、あれはやっちゃダメです。口から毒や細菌が入るかもしれないのでね。傷口をきつく縛る。血流が完全に止まると組織が壊死する可能性がありますし、局所に毒がとどまることでかえって組織の破壊を進める可能性があります。傷口を切開する。血管や神経を傷つけて状況を悪化させるだけなのでやめましょうね。アルコールを飲む。これも映画とかでこいつは麻酔代わりだみたいな感じでやってますが、血行が促進されて毒の回りが速くなるだけなのでね、やめましょうね。ちなみにこれも映画とかでよくある酒を口に含んで傷口に吹きかけるやつ。あれも絶対ダメです。これも血行が良くなって口の中にある雑菌で感染症になるリスクがあるらしいです。まあとりあえずは以上ですかね。簡単にまとめると、近づかない、慌てない、酒は飲まない、吹きかけない、こんな感じですかね。毒蛇は基本的にね、どの山にもいると思います。なので奴らはこの山にもいるっていう前提で登山には挑んだ方がいいですね。その心がけが自分や仲間の命を救うことになると思います。今回の動画の編集後期をノートで公開しております。概要欄に URL がありますので、よろしかったらご覧ください。こういった特集や登山してほしい山のリクエストなどありましたら、お気軽にコメントいただけたらと思います。もちろんご意見ご感想もお待ちしております。最後までお付き合いいただきありがとうございました。またどっかの山でお会いしましょう。